かえりなさい、幸せ右脳へ。今回も意識変容の仕組み。最初は脳と言葉です。生命から切り出されて個となっている意識は、個へと進む道か、生命に帰る道か、二方向の選択肢を常に持っています。前回の迂回路の段階を基本に、その二方向の選択肢を表してみます。特に言葉、そして言葉に伴うあり方が選択できます。右脳へ刺激が流れる言葉は、個が主語であることをやめるための自分を委ねる言葉です。この言葉と態度を続けていると、左脳側の刺激が減り、血流と栄養が右脳へと流れ込み、右脳の意識が活性化してきます。呼びかけは、私はいつも本体さんと呼びますが、生命さんでも神様でも大いなるすべてでも良いのです。あなたに神の量子、原子、分子を分け与えて体を作り、エネルギーを循環させて維持し、同じように生命から切り出された個という自由を与えてくれた、その誰かに呼びかけるのです。その誰かがあなたの本体で、あなたを生きています。今この瞬間も。あなたはそこから切り出された個であり、もうこれ以上孤独の道を歩むつもりがないのなら、委ねて帰る道を行きましょう。委ねた途端、肩の力が抜け、顎の力が抜け、あなたは薄く軽く集中した小さな意識になります。個という意識を維持したまま、膨大な血流が頭蓋骨の中から体に戻ってきます。ちょっと体が重く感じるぐらいです。委ねるときは 100% 全部すっかり委ねましょう。左脳への刺激が流れる言葉は、個が存在して外側の社会と相対している言葉です。個は自分を試し、磨き、金属を精錬するように打ちます。個が強く成長するに従い、自信と明るい気分を身につけることができるでしょう。その経験から優しさと共感を身につけ、生き生きと輝きます。そしていつの日か道を戻るタイミングが来たことを知ります。自身の経験すべてが生命への素晴らしい宝物となり、歓迎され、祝福されることを知って、喜びの中で生命に帰るでしょう。道は常に二方向です。どちらの脳に栄養を送るのか決めることができます。選ぶことができます。このカードは脳と意志です。1983年、アメリカの生理学者ベンジャミン・リベットさんが実験を行いました。その実験で私たち個の意識が何か動作をしようと意識的な意思決定をする前に、脳から準備電位と呼ばれる電気信号が出ていることが確認されました。鼻をかく、座る、パソコンを立ち上げる、ペンを手に取る、液晶ペンタブレットに向かい、今日の分のカードを描き始めようとして、うっかりスマホを開いてツイッターを見てサボる。あらゆる動作を私たちは自分がやっていると信じています。だからこそうまくできないと落ち込みますし、自分に関することは他の誰でもない
自分自身で決めたいと思います。けれど、この実験結果からは、私が鼻をポリポリ書こうと決める前に、脳内でその準備が始まっているということがわかります。さあ、大変です。誰でしょう、私の鼻を描かせようと決めた人は。鼻ぐらい自分で決めて描かせてよ。実際、この実験結果に自由意志なんてなかったんだという自由意志幻想論が叫ばれます。脳の神経回路に走る電気信号がそれを決めているんだとしたら、確かに自由意志なんて存在しないことになります。しかし大変奇妙なことに、脳はそれを主張せず、個の意識がやっていることにさせている点です。まるで意図的に隠れてるみたいです。だって自分が決めてる感強くありますよね。今日私うまくやれたなーって。少し振り返って考えてみてください。私たち個の意識は本当に個なんでしょうか？このカードは予知です。先ほどの脳と意志で私たちが自分で決定しているつもりのことも、実は脳内で先に動き始めていた何かの意志によって引き起こされていた可能性をご紹介しました。今回の内容はさらに奇妙です。いわゆる予知の存在を示しています。それも特別な能力のある人々の例ではなく、普通の人にももともと備わっている能力だというのです。実験はこうです。無作為に選ばれた感情を刺激するまたは穏やかにする写真を使って、被験者に情緒的反応を呼び起こします。その際の皮膚の反応を記録します。すると、穏やかにする写真より刺激する写真を見るおよそ5秒前の方が著しい変化が見られました。5秒前ですから、これはコンピューターが写真をランダムで選ぶ前の出来事になります。私たちの体はまだ決まっていない未来に対してかなり正確に反応するということです。このことをどう思うかは人それぞれだと思いますが、思考が過去や未来の想像に飛び回るのをやめて、今ここの身体反応の中に集中してくつろげば、こうした体の持つ未知の情報にもアクセスできるかもしれません。体の持つ今ここは思うよりずっと幅広く深いものなのかもしれないのです。